こんにちは。毎日ご飯のお母さんです。今日は無印良品の初めての手作り味噌セットを使ってより簡単に、そして失敗なくお味噌が作れるお母さん流のお味噌を仕込みます。初めての人でも気軽に、そして失敗なく作れるコツ満載なので、ぜひ最後までご覧ください。手作り味噌セットの内容はこんな感じで、その他に必要なものはこちらです。味噌作りについてより詳しく知りたい人はこちらの動画も合わせてご覧くださいね。それでは早速作りましょう。最初に大豆を水でよく洗います。水を 2,3 回取り替えながら泡立たなくなるまで大豆を優しく洗います。こんな感じで OK ですよ。洗った豆は保存容器に入れます。保存容器は事前に洗っておいてくださいね。そこに大豆の3倍以上のお水を注ぎます。豆はかなり吸水するのでたっぷり入れてくださいね。あとは蓋を閉めて翌日まで浸水させます。吸水時間ですが20時間以上は浸水させるようにしてください。セットについている説明書には浸水時間は一晩と書いてありますが、冬場は浸水がしにくいので私は24時間を目安に浸水させています。24時間で豆が随分と膨らみましたよね。浸水させていた水はすべて捨ててしまいます。豆はまだ硬いですが、こんな感じでふっくらしたのがわかるかと思います。それでは豆を炊飯器で加熱しましょう。豆を内釜に入れたら水を4合の線のところまで入れます。蓋を閉めて普通炊飯のスイッチを押します。お米を炊くのとは違って炊飯が自動では終わらないのでタイマーを1時間かけておきます。炊飯している間に塩切りを行います。塩切りとは塩と麹を混ぜる作業のことです。この手作り味噌セットなら分量を測る必要がないので、その分気軽に作れるのが嬉しいですよね。塩の塊を潰しながらしっかりと混ぜ合わせてください。そうすると潰した大豆と混ざりやすくなりますよ。はい、こんな感じですね。続いて容器の消毒もしておきます。一晩大豆をつけておいた保存容器は洗って水気をよく拭き取ります。容器と蓋の両方にアルコールを吹きかけしっかりと消毒します。消毒に使うアルコールは度数が高く香りの強くない焼酎などでも良いのですが、私は今回食品に付着しても大丈夫なパストリーゼを使用しました。はい、こんな感じで消毒ができました。次に酒粕で蓋を作っておきます。ガーゼで包んだ酒粕を味噌の上にぴったりと乗せておくと不思議と味噌にカビが生えなくなります。自分でこのやり方を考案してから毎年味噌作りをしていますが、一度もカビが生えたことはありません。このように酒粕を1枚取り出したらクッキングシートに挟んで綿棒で伸ばします。普段は酒粕をちぎって味噌の上に敷き詰めているのですが、今回の容器はサイズがギリギリで酒粕が分厚いと蓋が閉まらない可能性があるので、このように薄く伸ばして使います。はい、こんな感じで薄くなりましたね。あとは容器の蓋を型にして容器にぴったりの大きさに酒粕を切り取ります。周りの余分なところは取っておきます。出来上がった酒粕の蓋は乾燥しないようにクッキングペーパーに挟んでおいてくださいね。1時間経過したので炊飯のスイッチを切ります。大豆がどのくらい柔らかくなったか見てみましょう。やけどしないように冷ましてから指で潰してみます。
煮えてはいますが、まだまだ硬いですね。硬すぎて飛んでいってしまいましたね。2回目の炊飯をする前に4合の線までお湯を足しておきます。蓋を閉め、再度炊飯をします。タイマーを1時間かけるのも忘れないでくださいね。先ほど酒粕で蓋を作りましたが、余った酒粕は甘酒にしてみました。時々味噌に酒粕の香りが移らないですかと聞かれますが、味噌の方が味も香りも強いので酒粕の香りはほとんど感じません。ですので酒粕が苦手な方でも大丈夫かなと思います。1時間経ちました。炊飯のスイッチを切ります。豆を冷ましてから指で潰してみます。さっきよりはずいぶん柔らかくなっていますが、もう少し柔らかい方が潰しやすくなります。炊飯や保温はしなくて良いので、蓋を閉めてこのまま30分から1時間ほど置いておきます。30分経ったので豆の様子を見てみましょう。指で潰すとこんな感じで簡単にペースト状になりました。このくらい柔らかくなっていれば OK です。このように豆がしっかり柔らかくなっていないと、この後潰す作業がとっても大変で時間もかかってしまいます。ですので前日に20時間以上浸水させてから柔らかくなるまでしっかり加熱することがとっても大切なんですね。柔らかく煮えた大豆をビニール袋に入れて潰します。普通のビニールだと豆を潰している間に破れて中身が飛び出すことがあるので、私は破れにくい厚手の漬物用ビニール袋を使っています。ビニール袋を広げたら、そこに炊飯器で煮た大豆を水を切りながら入れていきましょう。大豆の煮汁は後ほど使うので捨てずに取っておいてくださいね。大豆を入れ終わったら、豆がこぼれないように袋の口を輪ゴムで緩く閉じておきます。それでは豆を綿棒で潰していきましょう。綿棒がない場合はワインやビールの瓶を使って潰すこともできます。大豆は熱い方が潰れやすいので、やけどに気をつけながら冷める前にどんどん潰してくださいね。はい、5分ほど潰しました。大豆の粒が見えなくなって表面が滑らかになっていれば OK です。そこに先ほど準備しておいた塩切り麹を加えます。大量の味噌を一度に仕込むときは大きなたらいなどで混ぜますが、今日は少量なのでこのままビニールの中で混ぜていきます。大豆、塩、麹がまんべんなく混ざるように袋をひっくり返しながらよく混ぜ込みます。大豆と塩切り麹が混ざってきたら、そこに少しずつ煮汁を足してさらに混ぜていきます。大豆に加える煮汁の量はいつも食べているお味噌より少し硬いかなくらいの硬さになるように調節しましょう。大豆を触りながら水分量を調節してくださいね。煮汁を入れたらさらによく混ぜ合わせますよ。はい、このくらいの硬さでちょうど良いかと思います。それでは味噌を消毒しておいた保存容器に詰めていきましょう。普通だと出来上がりの量を考えてちょうど良い大きさの入れ物を用意しなければならないのですが、手作り味噌セットならこの容器に詰めるだけなのでとっても気軽ですね。味噌と味噌の間に空気が入るとカビの原因になるので、空気が入らないように少量ずつ手で押し込んでいきます。煮汁を加えて柔らかめにしてあるので、手で押し込めばしっかりと空気が抜けますよ。ですので味噌玉は作らなくても大丈夫です。最後にガーゼと酒粕でカビ予防の蓋をします。ガーゼを味噌の上に置いたら、そこに先ほど型抜きをしておいた酒粕をのせます。味噌と密着するようにしっかりと押し込みましょう。
味噌は空気に触れている部分からカビが生えてくるので、こうして酒粕で蓋をしておけば、酒粕の表面に酵母が出ることはあってもカビはまず生えません。最後にガーゼで包んでさらにぎゅっと押し込みます。特に容器の縁に隙間がないように押し込んでくださいね。この酒粕とガーゼは味噌が完成するまでこのまま入れておいてください。仕上げに容器をきれいに拭きます。ほんの少量でも空気に触れる部分に味噌が残っていると、そこからカビが発生してしまうので、蓋を閉じる前に必ずきれいに拭き取っておいてくださいね。ということで、これで全ての作業が終了しました。あとは半年間直射日光に当たらず、高温になりすぎない場所に常温で保存して発酵させます。最後に付属のシールで封をしておきます。今回私が購入した味噌セットは1月13日までが消費期限となっていたので、1月10日に仕込みました。セットに入っていたシールには令和7年7月中旬頃が食べ頃ですと書かれていました。発酵が終わる目安がいつ頃なのか書いてあるのは初心者さんにとっては安心ですよね。ということで、味噌の仕込みが完了しましたが、発酵が終わった半年後について少し説明をしておきます。まず半年経ったら蓋を開けて酒粕とガーゼの蓋を取り出し、味噌の味見をしてみてください。美味しくなっていれば味噌の完成です。その後は同じ容器に入れたまま保存してもいいですし、お好みの別の容器に詰め替えても大丈夫です。保存場所は冷蔵庫か冷凍庫がおすすめです。常温で保存しても良いのですが、それだと発酵がどんどん進んで香りが強くなるので注意してくださいね。取り出した酒粕を捨ててしまっても良いのですが、味噌の香りと塩気が染み込んでとても美味しいので、魚や鶏肉に塗って一晩冷蔵庫で寝かせてから焼けばとっても美味しくなります。ぜひ試してみてください。また過去の動画で味噌作りに関する様々なご質問に回答しています。ぜひそちらも合わせてご確認くださいね。ということで、今日の動画はここまでです。今回は味噌作り初心者さんでも気軽に作れるように、無印良品の手作り味噌セットを使ってお味噌の仕込みをご紹介しました。このセットには作り方のレシピもついているのですが、私がいつも作っているお母さん流の作り方に変更して作っています。セットについているレシピ通りでも、お母さん流のこちらのレシピでも、このくらいの少量であれば美味しく作れると思います。お味噌作りは想像よりもずっと簡単ですし、自分で作ったお味噌は特別な美味しさなので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。また見てね。